どうも、ともそやです。前回動画は、ボリビア第二の首都で美女が一番多いと言われるサンタクルスという街について、そして近くにある沖縄という村も紹介。今回の動画は、超のんびりとした小さな町サマイパタで、ラテン女子とデート。居心地良すぎるこの場所で、大自然や遺跡を堪能。デートだけじゃなく、さらに山奥へ入って田舎暮らしの様子もどうぞ。バモスバイシャパー、どうもともせチャンネルです。バイシャパーはグアラニ語でこんにちはみたいな感じの意味ですね。今一緒に来ている友達がグアラニ語を喋るからです。まあそんな感じなんですけど、現在ね、ボリビアのね、サマイパタにいます。めちゃめちゃいい街ですね。すごいね、落ち着いてる。マジでトランキーロな街です。僕のね、大好きな街ですね。結構旅人もね、ここでね、長期滞在する人多いし、ヒッピーの人とかが結構ね、滞在してる街ですね。そんなね、ボリビアのね、サマイパタを今回はね、紹介したいと思います。で、今回ね、サマイパタを普通にね、紹介しても面白くないなと思って、ラテン女子の女の子と一緒に、ちょっとね、デート企画みたいな感じになるんですけど、一緒にね、サマイパタを紹介したいと思います。エリザベスちゃんです。リスト¡Tarán! ¡Hola! Hola, Baishapa. Baishapa. ¿Qué vamos a hacer en Samaipata? A caminar mucho porque, no sé, hay muchos lugares para conocer. Caminar y tomar mate. Sí, tomar mate. ペルーのクスコの動画でもかなりマテを飲みました。今日だけでも多分ね、10杯、1人10杯ずつぐらいは飲んでると思います。でもこれからね、どんどんね、待ってね、いっぱい飲みたいと思います。バモースまずはメルカードを紹介します。こんな感じの2つね、一応ね、メルカードあるんですけど、こっちがね、1つ目のメルカード、古い方のメルカードです。こんな感じでまずはね、エリザベスちゃんに市場の様子をね、紹介しています。昨日来たばっかりなんでね、エリザベスちゃんは。シュワー到着。今セントルに来てるんですけど、今日がなんかね、フェリアの日らしいんですよ。フェリアっていうのが僕ね、ラテンアメリカもう1年以上おるけど、フェリアっていう意味がまだいまいちピンとね、分かってなくて、多分イベントみたいな、祭りみたいな感じの意味かな。この通りがめっちゃ賑わってるんで、めっちゃではないけど、ちょっとね、紹介したいと思います。こうやってね、お土産物ね、キーホルダーとかたくさん売られてるんですけど、これね、DS ボリビアの200円ぐらいなんですよ。日本円で。日本で売ってたらこれ絶対買うよな、200円だったら。いや、なんか普通に思った以上に人多かったかな。サマイパタ結構なんか人住んでるんですね。こうやってね、ビール飲めるとこもあるし、もちろんアイスも食べることもできるし、この通りだけで結構ね、楽しめそうな感じ。こんな感じでね、たくさんね、アクセサリーを売ってます。基本的にアクセサリー売ってる人、ヒッピーの人が多いですね。で、これがね、意外にも安くて、10ボリビアーノなんですよ。なんで、2つね、購入しちゃいました。今ね、購入した後に、ちょっとね、長さ調節をしてもらってます。ブエナスタルデス。万歳万歳。いい感じの袋に入れていただきました。ありがとう。まあ普通にね、金額とか聞くじゃないですか。その時にまあいろいろ話して仲良くなって、どっから来たのとかそういう話してそういう話して仲良くなって、何も買わん時ちょっと気まずいっすよね。こんにちは。Hi, how are you? This is Teresa. I am in Samaipata, and I want to say hello to all the guys in Japan. And sayonara. さよなら、ありがとう。 Besos. gracias. 감사합니다. 감사합니다. こんな感じでね、ちょいちょいね、日本語喋れる人がおるんですよ。なぜかというと、この町に日本人が何人か住んでるから。ほんで何も買わんっていうね、気まずい。これはね、コチャバンバ地方のなんか素材でできたブレスレットらしいです。で、僕がちょっと気になっているのはこの辺なんですよ。この辺が30ボリビアンのらしい。まあまあまあ安いですよね。で、この辺はちょっと高いんですよね。これ結構いろんなとこでこのブレスレット見た気がする。ペルーでも見たかな。
まあこんな感じにおしゃれなブレスレットが揃っています。まあ周りに日本人が住んでるっていうのもあるとは思うんですけど、なんで子供の女の子とか男の子とかちょいちょいね日本語で喋りかけてくれるんですよ。こんにちはとか、普通に楽しいです。このネックレスね購入したんですけど、昨日話した時は15ボリビアーノあって、一応ねちょっと試しに聞いたろうと思って値段聞いたら20ボリビアーノ言いやがった。いや15ボリビアーノだろうって言うて、無理やり15ボリビアーノにして購入しました。このね牛皮系のねなんかねアクセサリー買いたいと思ったんですよ。これブレスレットと思ったらまさかのね足首用だったんですよね。なんで買いません。でこっちはこっちでねちょっと大きめの方ブレスレットなんですけど、このね丸いのがね2つついてるのがねちょっと僕ねあんまり好きじゃないんで、これも買いません。残念。エリザベスちゃんは僕よりねコミュ力高いんで、いろんな人と話をします。僕は全然ね陰キャなんで。¿Cuántos minutos estábamos hablando? Media hora, ¿no? Media hora. 体感1時間です。Ah, posiblemente media hora. Media hora. 40 minutos, ¿no? Ah, no sé. Mucho bla bla bla. この場所が一応ね、このサマイパタのセントロになりますね。一番の言ったら 大都会みたいな感じで、タクシーの呼び込みもちょいちょいあります。彼女があの山のてっぺんまで私を歩かせるつもりかって言ってきました。Vamos a caminar mucho。口数が減ってきました。しかしスペイン語わからないんで何を話していいかがわからん。こんな感じの表情。Otra vez subiendo. Necesito un ascensor. Una escalera mecánica. メカニカ。Algo. 一旦休憩です。一応ね他には到着したんですけど、もうなんかあの上まではもともと行くつもりなかったんですよ。まあ近いしもうあそこまで行くかみたいな感じのノリになって、彼女がねあそこの上までね連れて行くことになりました。なんかこの辺に生えてるなんかの実を彼女がねちぎってね食べています。僕も一緒にね食べてるんですけど、結構なんか意外にいけますね。Acá probando. Dulce. Dulce nativo. Sí. Como saludableの気がする。もう普通に美味しいです。こんな感じの道をずっと歩いてきています。マジでね彼女ね膝痛いらしいんですけど、申し訳ないな。膝痛いのにこうやってね丘の上まで付き合ってもらって。頂上かどうかは分からんけど、とりあえずねこの辺りまでにしていきます。到着しました。こんな感じ。丘を越えてさらに丘のまで来た。今からねちょっと用意した届くみたいになってるよ。まあ全然ねこの丘まで来るんは余裕です。余裕です。サマイパタ来たい人はおすすめですね。サマイパタの街並みを見下ろせる場所なんで全然来てもいい場所だと思いますよ。こんな感じでね休憩してます。待て SS 待て。一応ホットドッグもね作って持ってきました。ペロカリエンテ。リコ、いつの間にか犬がやってきてました。オラペリトTambién se sopla por los nariz. Pero no me acuerdo el nombre. はい、街に戻ってきました。街並みはこんな感じのねトランキーロな雰囲気ですね。歩いてたらめちゃめちゃなんか目が痛々しいというか明るい花を見つけた。木か。まあこんな感じの道を歩いてますけれども、サマイパタはボリビア第2の首都サンタクルスから南西方面車で約3時間の場所にあるよ。シーキレステバサセンタール。ちなみにおっちゃんが飛行機見に行こうぜ言うてくれてこの公園に来ました。アエロナウティコっていう公園です。丘自体はそんなに高い場所にあるわけではないけど街全体を眺めることができる。こんな感じで飛行機が置かれてるからパルケアエロナウティコっていうのかもしれない。彼女は結構ねこういう果物とかに詳しくていろいろねなんか歩いてたら教えてくれます。こ
これは食べれるとかこれは食べれんとか。パンコンケト、まあいわゆるチーズパンですね。彼女がおごってくれました。男らしい。ありがとうございます。ありがとう。帰ってきました。結構歩いて疲れたな。部屋に行ってアベナ取ってきてくれ言われたんですよ。アベナってこれですか？多分なんですけど、今日待ってね、もう30回ぐらい飲んでる気がします。エリー、hoy cuántas veces tomaste mate? Dos, poquito. ¿12? Dos. Dos, poquito, 2 litros. Yo como ese. Ah, no sé. ¿Cuántos? 20. ¿20? ¿Qué estás cocinando? Inventos. 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 무반응でした。やばい。おっちゃんめっちゃ喋ってる。ずっと喋り続けてる。ほんまにやばい。マジでおっちゃんね、ずっと喋り続けてる。さっきね、彼女自身もめちゃめちゃ喋るんですよ。で、結構よく笑うし、愛想すごく良くて、で、おっちゃんがずっと喋り続けて、彼女がなんか愛想よく笑ったりとか合図中ったりして、で僕がずっとなんか笑うとかタイミングわからなくて、なんかずっとぼーっとしてるって感じだったんですけど、1時間半ぐらい喋り続けて、で今ね、新しいお客さんが来て、で僕ら解放されて、今ずっと30分以上喋ってるって感じ。ほんまによく喋る。buen trabajo. Vamos a comer. Buen trabajo. Rico.フォルムだけ見たらおっぱいのでかい顔なしみたいな感じだな。この公園ですね。僕がよくね筋トレしている公園です。いつもねここでね懸垂をしていますよ。で、あのテーブルじゃなかったかな、あのテーブルかこのテーブル、多分旅おろしの津田くんがなんかそのノートパソコン広げてあの動画編集してたの。確信はないけど、多分ここでなんかそのサイズ感っていうかな、ちょうどいいからここで編集してたような気がする。一回会ったことあるんですよ、旅おろしの津田くんとは。一回会って話したことはあるけど、まあそんなにね連絡取ったりするような親しい仲ではないんで、一回会ったぐらいなんで。結構ジャマイカの話したかな、あの時。で、僕も同じルートでプエルトリコ、ドミニカ共和国、ジャマイカって言ってメキシコ入って、なんかその話をなんかしたような気がしますね。おはようございます。今日はね、サマイパタの一大観光地と言っても過言ではないサマイパタの通り出にエリザベスちゃんと一緒に向かいたいと思います。まあピクニックみたいな感じなんで、持っていくものを用意してるような感じですね。こんな感じでね、パン食ったりとか、パンにねこのサマイパタの名産品ピーナッツバター塗ったりとか、これは彼女がねホットケーキみたいなのを作ってくれています。バナナとアベナと何かをミックスしたね。バナナyアベナyペラsí. Hola buenas. Gracias. さあ準備完了したんで、サマイパタの扉言うてもかな、サマイパタの砦に行きたいと思います。正式名称はエルフエルテって言います。Vamos。バイクタクシーに乗って行きます。片道25ルピアの。歩いて行けんこともないけど、まあなかなか距離あるんでバイクタクシー使うことを推奨します。めちゃめちゃ親切でした。グレシャス。いろいろねめちゃめちゃ説明してくれましたわ。でとりあえずねエルフエルって着きました。バイクタクシーでだいたい20分ぐらいかな。近いです。一応入場料は外国人50ポルビアーノで、このチケットを購入したらセントロにあるこのねアルケロヒコっていう美術館にも入ることができます。まあ歩き始めてね7分ぐらいなんですけど、こんな感じでね大自然の絶景を見ることができます。ちなみにサマイパタは結構ねたくさんの野菜を栽培してて、他の地方にね野菜をたくさんね送っているような町でもありますね。ちなみにこんな感じで交代交代に
マテをね飲みながらね歩いています。美味しい。遺跡だけを見えるっていうわけじゃなくて、大自然をね堪能することもできる場所。サマイパタは一応ねケチュア語でデスカンソ、まあ休憩みたいな感じの意味ですね。はい、この場所がエコースポットですね。喋った言葉が跳ね返ってくるよ。オーラエリザベス No. Tiene que ser corto. ウェイウェイ。この場所がおそらくメインの場所だと思います。皆さんエネルギーを感じ取ってください。2つ目のミラドールは結構ね近めから見ることができまして、あそこに見えるのがジャガーで、あそこに見えるのがプーマ。こんな感じでねマテ茶のね葉っぱを今ね入れ替えてる最中ですね。この場所だけ見るとなんか伏見稲荷みたいな感じになってますね。伏見稲荷の鳥が緑バージョンみたいな感じ。とりあえず文化4つぐらい混じってるみたいで、まあ、スペインの文化とインカの文化とグアラニっていう、まあ、文化、まあ、彼女グアラニ語喋るんですけど、グアラニの文化とジャゲっていう文化が混じってるらしいです。この木なの木、気になる気になる、名前も知らないですから、まあ、この今見てるのは8つの家らしい。森というかジャングルっぽいところをゆっくりと歩いていってます。Vamos a descansar un rato。ちょっとね今回はミスってるようです。ちょっと辛い言うてましたわ、この木の実に関しては。サワイパダのこの落ち着いた雰囲気伝わってますでしょうか。よう考えたらまだサマイパタで1回も外食してない。さあ今日もゆで卵食べるぞ。このサマイパタという大自然の中で食べる飯がほんまにうまい。¿Cómo vamos a regresar al centro? ¿Cómo? Haciendo dedo. デドヒッチハイクで帰ります。サマイパタねずっとね曇りの日が続いてたんですよ。で今日になってめっちゃ天気良くてタイミング良かったなって思いましたね。でこのね涼しい中こうやって2人でねこんな感じで寝ることができてねめっちゃ気持ちよかったです。さあいつまでも休んでてもね仕方ないんでねバモスしたいと思います。まあpodemos pasar aquí まあsi quieres puedes pasar ahí まあなんだかんだ結局ねサマイパタのねセントロまでね歩いて帰ってます。結構な距離、意外にも。エルフエルテからメインの国道に行くまでの途中になんかすごい脇道みたいなのがあって、そこ今入っていってるんですけど、なんかそれをね上に登っていったところにこのエリザベスちゃんの友達が住んでるらしいんですよ。で今から会いに行くみたい。なかなかな距離をね歩いています。とりあえず宿帰ってきて今ね飯作ってます。彼女のね手際が良すぎて、僕がねじゃがいも1個剥いてる間に彼女ね3つ4つぐらい剥くんすよ。かなり手際がいい。Hola Elizabeth, ¿cómo te fue hoy? Bien. Bien. Entramos gratis Entramos gratis. Sí. al parque. まさかの入場無料でした。入り口の前でちょっとねずっとね待ってたんですけど、係員全然来んかって、なんかもう普通に無料で入ることができました。一応待ってたんですよ。待ってなんかオーラみたいな感じで読んだあれしたけど、なんか普通にね入れて2人でイエーイグラティスって言って喜びました。今から料理人の実力を発揮します。コシネラエリザベス Preparada para la acción. Sí. ¡Ánimo!
アニモオーライオッケーよいしょーうほーこんな感じ。 Dito. 日本ではあんまり食べんような美味しい料理を作ってくれるんで結構ねなんか楽しいですね。デリシオーソ晩ご飯食べ終わってから寝るまでの雰囲気はまあこんな感じですね。カバンの破れたところをホッチキスで留めてたら笑われて今ねなんか塗ってくれてますねおはようございます。朝起きたら彼女がね僕の上にねまたがってました。はい嘘です。まあねとりあえずね今日ねサマイパテのセントロ最終日で今からねなんか山こもりするみたいでまさかなことが起こったんですよ。でちょっとね山の方行くんで結構ねたくさん今日ね買い出ししました。こんな感じでいろいろいろんな食材をめちゃめちゃ買い込んで山の方に持っていきます。彼女ねついに僕の服をね着てるんですけどねこれはね恋人認定ということでいいのでしょうか。この前エルフウェルって行った後にエリザベスちゃんの友達が住んでるっていうところ行ったんすよ。家だいぶ田舎なんですけどでそこ行ってまあ軽く話してほんまはなんかもう喋って終わりっていうだけその日はみたいなで多分エリザベスちゃんの友達やからなんかその夫婦の家に多分後日泊まりに行くんじゃないかみたいな感じの話をしてたと思うんですけどなんか僕もまあ別にまあ悪い人じゃないっていうのを分かってもらったんかなんか知らんけど動画編集も多分できるだろうみたいなでまあなんかいろいろできるんじゃないかなみたいなこの田舎でっていう話になって急遽そのね田舎の家に行くことになりました2人でチリ人が住んでるんですよ。でウルグアイ人の人も住んでるんですよ。ほんで最近まだ1ヶ月ぐらいの赤ちゃん誕生したばっかりですんごいねバタバタしてるような時にちょっとね招待されてまあ一緒にね生活してみようかみたいな感じになってますね。まあこれからちょっとどうなるかはわからないです。 Wi-Fi もないって言ったしまあもちろんホットシャワーもないって言ったしまあほんまに田舎なんですよ。でまあちょっと行ってねそういう雰囲気とか動画撮れたらいいなって思ってます。一応市場でねものすごい食材買い込んで持ってきますね。なんでこれぐらいの量を持っていくことになりました。荷物が重すぎますマジで。この荷物を2人で抱えながらバイクタクシーに乗ってね移動してきました。¿Cómo estás, Elizabeth? Cansado. Yo también cansado. まあほんまにねこんな感じのねなんもないような場所なんですけどまあとりあえずね今日はちょっとねその家族の人らと喋って寝て終わりにしたいと思います。明日からちょっとね丘の上上がったりとかいろいろねなんかやらせてもらうと思いますね。知らんけどこんな感じで今日はねカレーライスを作ります。アロースコンクリー僕ができることと言ったらもうほんまにねこれぐらいなんでね日本みたいにねなんかパックに入ってる鶏肉じゃなくてね骨付きのままなんでねちょっとねカットするのね苦労しました。お米も準備完了。とりあえずね僕が活躍できるのはほんまに今日のこのカレー作ってる時ぐらいしかないんで今一生懸命頑張ってます。でカレールーがマジでねめっちゃ高かったんですよカレールーなんでこのね粉のタイプを使うことにしました。粉のタイプで作ることあんまり日本でもないんですけどこれをねすりおろすことによって結構ねとろみがつくらしいです。マジでもう10回以上調べましたね。みんなのためにカレー作るってなったら真剣なんであぐらします彼女がアピを作ってくれています。カレーとアピはねなんか新しい組み合わせですね。ちょっとどうだろう水っぽいっすよねこれ。スペイン語でアグアティコって言うんですけどすりおろしたじゃがいもを足そうかなと考えております。なんか寒いですよね普通に半袖やしで上着探して全然ないなと思ったらエリザベスが来ていました。さあ完成しましたよカレーライスアロースコンクリービブレソーイめちゃくちゃありがとうノアでしみにいたでこっからは僕のねちょっとマジカルトークでお届けさせていただきます。田舎の暮らしほんまに良かったです。で生まれたての赤ちゃんがおったんですよ。1ヶ月の赤ちゃんがおって
動画とか撮ってもいいかなみたいな、 YouTube もやってるっていう説明して、まあいいよって言ってくれたけど、まあ1歳の生まれたての赤ちゃんもおるし、動画とかなんかバンバン撮るのもあんまりあれかなと思って、さらになんか山奥なんで僕らトレッキングとかもバンバンしたんですよ。でいろいろなんかトレッキング中にその教えてくれたりとかして、写真とか動画バンバン撮りながらトレッキングするのをちょっと舐めてるかなと思って、もうあんまりね動画は撮りませんでした。なんで写真とか動画をねちらほら撮ったのを載せながらちょっとね説明していきたいと思います。まずそのウルグアイ人の女性とチリ人の男性の夫婦で生まれたての赤ちゃん3人で山奥に暮らしてて、そこに僕とエリザベスちゃんが行って8日間滞在させてもらいました。すんごい田舎なんで、もちろんねお湯シャワーとかもないしインターネットもないです。かなり休憩できました。サマイパタは、ケチュア語で、休憩みたいな感じなんですよ。スペイン語でデスカンソって言うんですけど、カルマテ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 、ちょっと言いたいこと途切れたんですけど、もちろんねトイレとかもバーニョセコっていうトイレらしいんですよ。水洗式のトイレじゃなくて、うんこした後にこの落ち葉をかけるみたいな、そういうトイレで、自分自身なんかトイレ外でするの大好きなんで、もう基本大便も小便も外でしたりもしたけど、そういうトイレがあったりとか、あとはまだ家自体も完全にできてないって言ってて、なんか2ヶ月後ぐらいにそこを Airbnb で貸すとは言ってたんですよ。で僕らねトレッキングとかもして、でチリ人の男性結構このトレッキングとかキャンプとか大好きで、結構いろいろ教えながらロープとか使って木の上に登ってロープでどういう風にして降りるかとか、そういう技術を習得したらペンキ塗りする時とか高いところから降りる時とかに役立つとかも教えてくれて、トレッキングの仕方を教えてもらったりとか、トレッキング自体もすんごいハードな道で、マジで崖の上をなんかもうほんまに登って下ってみたいな険しい道を僕とねそのチリ人の男性とエリザベスちゃんと犬で、トレッキングしました。でトレッキング中になんかその岩の顔がインカの顔に見えるとか、いろいろここが儀式のスポットとか、そのチリ人の男性もいろんな本に読んで結構勉強してるんで、そういうの結構教えてもらいながら楽しみましたね。でトレッキング以外の日は、このチリ人の男性も結構働いてるし、嫁さんも生まれたての赤ちゃんも忙しいんで、僕らは結構なんか料理手伝ったりとか、その合間合間で自分たちで軽くトレッキングしたりとかで、シャワーとかもなんかもう冷たいんで、もうどうせ冷たいシャワー浴びるんだったらもう泳ごうかみたいな感じの話になって、川で泳いだりとかしてマジで寒かったです。その時に彼女のちょっと裸見たりとかもしたけど、そういうのは置いといて、でウルグアイ人、パラグアイ人、チリ人なんで、スペイン語結構難しいんですよ。やっぱりメキシコと比べてもやっぱりスペイン語ちょっとちゃうしなんで、その辺はちょっと僕も勉強になりながら教えてもらったりもして、こんな感じの楽しかったねサマイパタのね田舎生活でしたね。すんごい休憩しました。僕の友達、これ見てたら、いやお前いつも休憩してるだろうって言うかもしれんけど、それ以上にほんまにインターネットとかも使えなかったんで、すっごい休憩できましたね。いい感じの日々でした。そんな感じです。ほんでね、現在2人で今スクレに滞在してるんですよ。スクレは言ったらもうボリビアの首都なんですけど、僕結構お願いして、彼女はサマイパタからパラグアイにちょっと帰る予定だったんですけど、僕もうちょっと一緒に乗りたいなと思って正直なんで、僕が結構こうやってお願いしますって言って、最後のお願いですって言って、で彼女がスクレに一緒に来てくれました。でスクレで今一緒に滞在します。でスクレの動画も撮りました。正直スクレね動画撮る予定なかったんですけど、彼女来てくれたんで、それだったらデート企画もう一発いっとこうかなと思ってスクレの動画も撮るんで、次の動画楽しみにしてください。ちなみに彼女いとこ150人います。トゥースプリモスシエントシンクエンタ150人いますシエントシンクエンタガチですガチです。これがパラグアイのリアルなのか知らないですけど、彼女自身もオーチョエルマーノス8人兄弟で、お父さんがディエシ・オーチョ・ペルソナンス18人兄弟らしいんですよ。でお母さんが8人兄弟オーチョ・ペルソナンスオーチョ・エルマーノス、もうめちゃくちゃビトコおるらしいです。そんな感じですね。余談だったんですけど、動画
はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。よろしく次回ともさチャンネル、サマイパタからそのままスクレに移動して引き続き連チャンでデート企画。スクレはボリビアの首都で白い壁が特徴的な綺麗な街。そんなおしゃれで綺麗な街をラテン女子とデート。スクレを観光する際の参考にもなるってばよ。